人生っていうのは人が生きるということを探求し続ける旅だから終わりなき旅です。人生とは何かって答えが出ちゃったら生きててもつまんなくないって。結局自分の人生において最終的に責任取れるのは自分自身しかないわけですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。前回前々回とわたって思考姿勢についてもん社長にいろいろと説いていただきましたけども、思考姿勢をテーマにまだあるんじゃないかなって思ってて、ちょっとお話いろいろ伺いたいんですけど、違う視点とかからあったりしますか？はい、たくさんありますよ。たくさんありますか？一個ずつじゃあ行きましょうね。はい。じゃあ今日はですね、人生とは何かと。人生と何か、会社関係ねえじゃんってたまに言う人いるんですけど、やっぱりその人生生きていく上の中で自分の人生によって仕事って何かっていうのをちゃんと紐解かなきゃいけないんですよね。でその手前はもっと言うと、あなたにとって人生とは何ですかと。ここもやっぱりね、考えさせないといけないんですよ。今日僕は思ってますし、やっぱ僕自身が前回喋った目的とか、仕事とは何かとか考えた時に、そもそも俺の人生って何だろうと考えるわけですよね。なんで今日は、人生とは何かと。人生とは何か。いや、興味深いですね。で結論ですね、人生っていうのは人が生きるということを探求し続ける旅だから終わりなき旅です。終わりなき旅。だから人生とは何かって問いますけど、わかりません。それを追求する、自分が生きてる意味を追求することが人生ですと。僕は一応そういう考えで結論づいてますと。だから終わりないし、終わりなき旅だし、僕ミスターチルドレンの終わりなき旅が人生のテーマソングって言ってるんですけど、あの歌詞の通りです。でもまさに、人生とは人が生きるということを探求し続ける旅だと。生きてる意義を追求するんだと。だから人生の意義とか目的っていうのは個人的な経験、価値観、信念に基づくものであって、それぞれの人が独自の答えを見つけることが重要だと思うんです。っていうかそれしかないですよね。その探求のプロセス自体に僕は人生の価値があるんだと。プロセス自体に、なるほど。人生っていうのは探求の連続であって、そのプロセスで経験を積み重ね、自分理解して世界との関わり方を再評価していくわけですと。この探求の旅っていうのは自己成長や啓発への道ともなるんですけど、やっぱ人生の中での経験や出来事っていうのは自らの価値観や視点を形成するじゃないですか。いろんな経験を通じて、人生の意義とか目的っていうのは理解が深まっていくんですよね。なので終わるまで分かんないですよ。なんかちょっと意外な答えでした。従業員もね、たまにね、って言ってね、結果が全てじゃないんですか。でも人生の結果ってもう死ぬ時にしか分かんねえじゃんっつって。確かに。結果が大事ですよねって。死ぬ時が大事なの？あなたの人生って。大事だけどさ、死ぬ時が大事なのって。死ぬまでの間のプロセスが大事でしょと。もっと言うと、人生とは何かって答えが出ちゃったら生きてもつまんなくないって。答えが分かってるとって超つまんないよねと。答えが分かんないからね、泣き笑い、悲しみ、喜び、いろんな感情が渦巻きながらやるんでしょと。確かに。人生とは何かって考えなきゃいけないんだけど、でも答えはない。追求すること、探求するんだと。それが人生だからと。僕の考え方ですよね。言いたいことっていうのが、学校教育の癖で答えがあるもんだって勘違いやめろって言ってるんですよ。なるほどね。僕が言いたいこと多分そういうことなんですよ。めっちゃ腑に落ちました今。答えなんかねえよと。学校教育の弊害がちょっと一個あるなと思うのは、答えが必ず用意されてるじゃないですか。確かに。全て人生の中で起こる出来事について答えがあるもんだっていう勘違い。自然と多分なんかね、脳の中で形成されてる人多いなと思うんですよ。なるほど。全部点数で出ますし、数字で出ますし、そうやって考えること大事ですよね。なるほど。あなたにとって人生って何ですかって大体の人が何ですかね答えられる人はまず少ないですよね。でもやっぱそれを考えることが大事。答えがないもんですと。
僕もこれも言うんですけど、いつも正解探すなと、ベストを探せと。そういうふうにやっぱ考えが持っていけるのも、人生について考えて答えが出ないから、そういう考えにもなったりとか、発想できたりとかするものなんですよね。わかんないんだけど、じゃあそれをどうしていきたいんですかと。で、次にやっぱりこう、聞いてったりはしますけど、で僕がそれを自分に問いかけた時に、自分自身がですね、自分自身の人生の主役なんですよね。まずはやっぱり自分自身、夢と希望を持ちましょうと。で、今を全力で生きて、ワクワクした未来を常に想像することが大切ですよと。結局自分の人生において、最終的に責任取れるのは自分自身しかないわけですよ。親も先に死にますし、基本はね。周囲の環境とか他者の影響も確かに存在しますけど、これをどう受け止めて、どう行動するかっていうのは自分自身の選択じゃないですか。夢や希望を持つことっていうのは、自分自身に動機づける強力な原動力になるわけですよ。目標に向かって努力することで、自分の限界を押し広げて、未来に対する前向きな展望を持つことができますと。今を全力で生きることも当然大事で、これって未来への投資としての価値も持つんですよ。今の瞬間に全力を尽くすことで、未来の自分にとっての良い結果や機会を生み出すことができますと。これはでも後から振り返らないと分かんないこともたくさんある。とにかくでもやっぱ自分自身の夢や希望を追い求めることで、自己実現とか自分の潜在能力、ポテンシャルの最大化を図ることができますよ。やっぱちゃんとワクワクするような未来を想像して、それを実現するための行動を取ることは、前向きなマインドセット、思考をですね、持続させる助けとなりますと。それらによって困難や挑戦、直面しても、それを乗り越える勇気やエネルギーを持つことができるんです。だから自分の人生に対する主体性を持てって言ってるんですね。なるほど。それ自体が幸福や成功のための鍵であって、そのためには自分自身の夢や希望を大切にして、それを追い求めるっていうことが非常に重要である。ある意味でじゃあ世界が自分中心に回ってるっていう考え方も全然いいんじゃないですかね。だって自分においては自分中心で回ってる以外何があるんですか。結局自分の人生においたらね、地球は自分の中心に回ってるんですよ。やっぱりね、夢や希望を抱いている人、状態はいい人と出会いますよ。そうですか。僕はそうだったから。そういう人は自分も求めてるし、肯定してくれる人を求めてるわけです。お前なんかどうせできるからみたいな人に近づいていかない。なるほど。こっちも近づきたくないし。なんでそういう人とは夢を持ってる人は合わないですよね。合わないから気づかないでしょ。引き寄せの法則ってじゃあ本当にあるんですかね。ありますよ。ありますか。夢や希望を抱いた状態で、人は出会う人々の質が変わりますと。人生をより良い方向へさらに行くんですと。僕もじゃあ今、仮にですけどね、10代の若者、うちの子供とかもそうですけど、どういう人を応援したいか、20代でもそうです。どういう人を応援したいかと、助けてあげたいかってなったら、前向きにめちゃめちゃ頑張ってるやつですよね。確かに。こういうことを僕がやりたいんですよってやってるやつ。いや、僕は人生生きててもあんまり意味がないと思うんですよね。価値がないと思うんですよね。言ってる人絶対応援しない。それよりも、いや、自分はこういうことが成し遂げたくて、このために頑張ってるんです。そのために今こうやってるんですっていう人の方が、100-0で応援しますよね。確かに。間違いないですね。そういう人の方が、やっぱポジティブなエネルギー持ってるわけですよ。でそのエネルギーっていうのは、やっぱ周りの人々に伝わりますし、やっぱ感じることもできるんですよね。結果として、やっぱ応援したいとか、応援してあげるよとか、良好な関係が築かれやすくなるわけですよ。夢や希望をシェアすることで、他者との関係が深くなって、相互のサポートや励ましを受け取ることができる。本当に。これはやっぱ目標とか夢を実現する際の大きな助けとなりますと。だからポジティブな態度とか、夢を持つ、希望を持つ、これは新しい機会や経験の扉を開くことができますし、また人々が夢や希望を持つ人に惹かれますし、様々な機会を提供してくれますと。さらにはね、そういう人ってやっぱ他者の夢や希望にも共感しやすいです。深く理解できますと。これによってやっぱまたね、相互の理解や共感が生まれて、よりまた深い関係が築かれる。こんなことも本当に起こるわけですよね。だから夢や希望を持つことっていうのは、人々との関わりや人生全体をより良い方向へと導く可能性があるし、広がるんですよ。これってやっぱ人生の質とか
満足度を高めるためにすごい重要な要素じゃないですか。とにかく夢や希望を持つことでめちゃめちゃ重要なのに、社会に出て大人になって社会に出た瞬間にこの夢とか希望を持ってない人が多すぎちゃって、そんな大人を見てたら若い人たちも夢や希望を持っちゃいけないんだって思っちゃう人が多いですよね。だからそんなつまんない大人とは付き合うんじゃないの。だからね、若い人が世の中にすごい不満持ってますとか、なんかいろいろ言うけど、それをね言ってる大人たちが失わせてるんですよ。そんなのできっこないとか、やめた方がいいよとか、どうせやったってとかね。確かに。なるほどですね。夢や希望をちゃんとねこう発信した上で、同じような境遇の人も応援したいし、ね、自分のためもあるけどやっぱ誰かのためにも生きるっていうことで、自分の人生に価値を見出すこともできてくるわけですね。その上で、他者を助けることとか支えることっていうのは、自分自身の幸福や満足感を高めることができます。これは助ける喜びとも言えるんでしょうけど、とにかく他者を助けることで自分の存在が他の人にとって有益であるって感じることもできるわけですよね。人はどうしても社会的な生き物でありますからね、周りの人とつながりをやっぱり求めてたりする部分もあるわけですね。だから人のために生きることで、深い人間関係やコミュニティとのつながりを築くこともできますし、人のために行動するってことは自分の欲求や欲望を超えてより高い目的や意義を追求する行為ともなる。これはやっぱり自己を超えて何か大きなもののために行動することの価値や意義っていうのを感じることができるってことですよ。他人のために行動するってことは、自分の人生がその他人にとって良い、影響や意味を持つことを実感させてくれて、それによって人生のやっぱり充実感とか有意義さも感じられます。他者のために生きることっていうのは、とにかく自分自身の人生にも深い価値や意義をもたらすこと。そして、そんなような生き方を通じて自分自身の存在や人生の意義をより深く理解することができるんですよね。人生っていうのは自分の生きる意味を探求し続ける旅であると。人生の本質は生きる意味を探し続けることであり、それ自体が価値を持つ。答えがないからこそ人生は面白いんだと。だからこそ何のために生きるかを問い続けることが重要です。二つ目はやっぱ答えがあるっていう思い込みをまず捨てましょうと。学校教育は影響してるかなとは思いますけど、答えがある前提、学びますけど、人生に答えなんかあるわけないでしょと。明確な答えはないですよ。だから正解を探すのではなくて、ベストを探すんだと。これは大切ですよ。思考姿勢とは問い続けることで磨かれていくと。人生の意味は人それぞれ異なって、個々の経験や価値観によって形成されます。大きく3つ目、人生において最も大切なのは夢と希望、それを持ち続けていることだと。自分自身の人生の主役は自分しかいません。夢や希望を持つことが行動の原動力になり、結果につながります。あとは今は全力で生きること、こういうことが未来の可能性を広げることにつながります。夢や希望を持つことでポジティブな人との出会いが増えます。引き寄せの法則という言葉はありますけど、これはまさしくそうだと思います。やっぱり前向きなエネルギー、これは良い人間関係やチャンスを引き寄せます。4つ目、人のために生きることが自分の人生の価値を高めます。他人他者、助けること、それが自分自身の幸福につながるようになります。人間はやっぱり社会的な生き物であり、つながりの中で生きています。自分の行動が他者に良い影響を与えることで、自分にとって人生の充実感も生まれます。そして他人のために行動することで自己成長も加速します。人のために生きることは結果的に自分の人生を豊かにするんですと。まとめますと、人生とは生きる意味を問い続ける旅であって、明確な答えはない。夢や希望を持つことで前向きなエネルギーが生まれ、良い人間関係を築けます。他者を助けることで人生の価値や意味をより深く理解できる。そして最後に、自分の人生に主体性を持って夢や希望を持ってワクワクしながら生きることこそが、人生を充実させる鍵、うまくいく秘訣だと思います。ありがとうございます。まさに終わりなき旅ということでちょっと僕も生きる意味を問い続ける旅をこれからもしていこうと思います。はい、ありがとうございました。
皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。